から一歩も出ないにゃんこです。まさに猫。はい。今回のにゃんチャネを受けてくれたのは40代女性ベリーさんです。ベリーさんはライトワーカー講座受講中で、スピリチュアル系のことで人の役に立つということをしたいと思っているとっても素敵な女性です。ベリーさんが関心のある龍とベリーさんとの関係と、これからのお仕事とは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。何をするかわからないけど、龍か、マインドの立て直しの講座とか、チャネリングヒーラーとか、いろんな選択肢はあるけど、スピリチュアル系なことで人の役に立つみたいなことをしたいなっていう感じなんです。そうです、そうです。その選択肢の一つに龍があるってことですか？ドラゴン霊気みたいなのも一応習って、すごいですね。いろんなのあるんですね。そうなんですよ。だから龍のエネルギーを流すっていうのもやったんですけど、私の中であんまりうまく使いこなせてないというか、なんかちょっとしっくりきてなくって、ヒーリングは全然興味ないけど。だけど今そういうのを習い始めて、これ必要だなと思ったんです。ヒーリングっていうのを私ちょっと勘違いしてて、自分のエネルギーを出すヒーリングとかもあるんですって。人に対して。だけど、私それは絶対嫌だったんですよ。やっぱ自分がちゃんと高次元につながれてればいいけど、低次元につながったまま流しちゃうとかっていう場合もあったりするみたいだし、自分がすっごい疲れるんですって。自分がやられちゃう。人をヒーリングしながらっていうのを聞いてたので、私絶対ヒーラー嫌だなと思ってたんですけど、今私がやってるのは高次元の光を下ろして流すっていうのをやってるので、私自身も光を浴びながら人に流すので、全くもって自分に害がないというか、いいことしかないというか、これはいいなと思って。何かお聞きになりたいことありますか？もっと見えやすくなるためにはとかいう感じですかね。時々神社に行くと見える時があるんです。本当に時々なんですけど、それ目開けてて見えるんですか？目を開けると現実の世界なんですよ。だから拝んでる時にもう目閉じた瞬間からもう見えてる。だからそれこそ戸隠神社の龍神様の体が見えたりとか、二宮神社っていうのが熱海にあるんですけど、すごい綺麗なお稲荷様のめちゃくちゃ大きい目が見えて、私何見えてるんだろうと思って、で目開けると現実の世界だし、閉じるとまた見えるんですよ。だからそうやってこう見させてもらったりとかって本当に時々あるんですけど、もっとつながりたいなと思ってるんですけど、もっと神様の声とかが感じられるようになるためには何をどう頑張ったらいいのか。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今空にドラゴンボールに出てくる龍がこう渦巻く龍あるじゃないですか。が空に出てきてます。それを見てベリーさんがわーって言ってる。かっこいいみたいな。すごいじゃないですか、龍って。パワーもあるし、もう本当に神聖なものだし、本当に見た目も立派だし、かっこいいし、なんて人間のレベルを超えたもの、存在だから、うわーっていうすごい尊敬の眼差しでパチパチしてます。やっぱり素晴らしい、こういう高次元の存在というのは、もうこれを感じるだけで本当に気持ちいいし、気持ちいいっていうか、なんていうかな、すごいですね。すごいと思ってるみたいな。で、なんかその龍がだんだんこう、大きくなっていくんですけど、四角がでかくなるみたいな感じで、大きくなって、
て、大きくなると自分の体に近づくので、そのパワーをもっとこう感じられるんです。そうするとね、自分の上にその竜がなんか乗ってくるみたいになるんですよ。竜がどんどん大きくなってきて、おーってなって、手でこうやって押さえるんですけど、竜の中に入りました。で、びっくりしてますね。今、竜が半透明に見えるんです。私。緑なんですけど、緑が半透明に見えてて、あれに似てますね。ポニョみたいかな。ポニョでね、なんかこう、母さんが出てくる時の、中が水みたいなところに、わかりますわかりますあんな感じ。鳥のなんか液体が詰まってるみたいな感じ。わー、気持ちいいってやってます。だから今、全身で竜のエネルギーとかパワーとか優しさに見えるかな、私に感じてます。今、包まれてるみたいな感じですね。今すごく心地いいです、体が。だって包まれてるから。そこで泳げるみたいです、海みたいに。中にいること自体がヒーリングみたいな感じです。本当に癒ししかないというか、この中にいるだけで癒されるみたいな。竜とかのその高次元の人たちってちょっと次元が違うじゃないですか。次元ってやっぱりいろんなこと考えたりするし、いろんな問題が出てくるし、それはね、もう当たり前なんですけど、ここの地球で学びがあるから、いろんなことを考えたり、課題に向かってね、乗り越えようとするんだけども、そうするといろんな思いが出てくるじゃないですか。こう波動が多いような感じ。で、その向こうの竜の方っていうのは、次元が違うから、そういった思いとかはないんですよ。だから、そういういろんな思いがある人間がここの中にポンって入っちゃうと、もうそれだけで癒されるみたいな、一時やけど、向こうの方のエネルギーとか、何の重い波動も持っていらっしゃらない、そのエネルギーの中に一瞬入るだけでも、すごい浄化されるというか、なるほど。感覚を全身で感じるだけで、こういう風に生きればいいんだなとか、いらない感情が一回なくなるから、本当に大事なものだけが残って、こうしたらいいんだなっていうのがもっと考えやすくなる。それを今やってらっしゃいます。竜が。それは一時なんですよ。やっぱり次元が違うから、本当に大事なとこだけを感覚として見せてくれるっていうのを今やってます。で、ベリーさんがわかりますって言ってる。わかります。今先に、ベリーさんが体験してるんです。こういう感覚これがやりたいこともっと考えやすくするというか、地球にいるいろんな波動が重い人たちが、一時ですけど、この感覚で自分の本当に魂レベルの課題とか、使命とか、そういったのを一瞬だけでもクリアに見せてくれる。っていうことで、この人が生きやすくなるのを、竜がやってはって、それを今ね、ベリーさんにしてくれてるんです、この竜が。私がやりたかったのはこれって思ってる。こういう方法があれば一瞬でもそれをちゃんと垣間見せてくれたら、重い波動を今後持っちゃうかもしれへんけども、一瞬だけでも自分が行く道、自分がやりたいこと、自分が乗り越えなければならない課題とかをすごいクリアに見せてくれた感覚を一瞬でも味わえれば、人はもっとちゃんと自分で歩いていける。その人にずっと横にいなくても、その一瞬だけを味わわせてあげたらいいんやなって今思ってるみたいですね。みんなの横にずっとついてるわけにはいかない。だってね、一人しかいないし、一人に対して一人ついてるとかじゃないじゃないですか。やっぱりその人が自分でちゃんと歩いていける。いずれその人たちがいろんな思いを、なんていうかな。この思いは自分で消化しないといけないな。この思いはすごく大事だから軸にしないといけないな。っていう風に自分でちゃんと分けていって、自分でそれを感じて、考えて、
作って自分の人生を歩いていくっていうのをやってほしいわけやから、それをするためにはやっぱりずっとその人についていくわけにはいかないんですよ。一人しかいないから、ベリーさんはね。だから、この一瞬だけでもそれを見せてあげる。そして体感させてあげる。そうすれば、その人の横に自分はずっとついていかなくても、この感覚がその人の地図になる。道しるべになる。だなって、こんなやり方がある。自分も今はっきり分かったじゃないですか、この場面でね。サポートをしたいんだけども、具体的にどうしていいかわからない。でも、その一瞬でも見せてあげることで、この人が自分で歩いていける。地図を渡すみたいな感じですね。地球の歩き方みたいな感じですかね。自立するお手伝いみたいな感じですね。これこそがやりたいこと。私は横にずっといたいわけじゃない。そうさせてしまうことになっちゃうから。だからその自立するお手伝いをしたい。自分もいろんな経験をして、それが大事なんだなって思ったように、みんな同じように思えるわけですよ。みんな同じワンネスの一部なわけやから、自分だけがすごいわけじゃないし、あの人もすごい、この人もすごい、みんなすごいですよね。でもただそれに気づけばいいだけ、それぞれが。で、それは、ベリーさん分かってらっしゃるので、その気づきを促すっていう意味で、この体験をさせてあげれば、それに気づく人が、もう、ポンポンポン出てくるわけですよ。で、それをするのが自分の役目なのかなっていうのを今流に言われてるみたいな感じですね。それがあなたの役目ですよっていうね、それは分かってますよねって。感覚としてっていうんですけどね。詳しくは分かってないかもしれないけども、それが感覚として分かってるよねって。で、それがみんな見えるわけではないので、そういう感覚が分かるベリーさんが、龍の使い手みたいな感じでやる。こういうお仕事される方ってね、神様の通路みたいになってやってます。同じような感じですね。その上が龍であるみたいな感じですね。龍は今喋ってるんですけど、自分の手である。言ったら使い手みたいな感じですね。はい。龍が本当はするんだけども、使者みたいな感じ。龍がやりたいことをお手伝いする使者みたいなのをやる。っていうのを言われてます、今。って言ってますね、ベリーさんは。ベリーさんがすごい今感動してます。その龍を見て、ベリーさんがすごい光栄に思ってる。だってすごいことじゃないですか。この龍そのものの存在がすごいってもう分かってんのに、そのお仕事を自分もさせてもらうわけです。龍の手となり足となりみたいな感じで、したいことを、ベリーさんが地球上でやるみたいな感じで、こんな素晴らしいエネルギー体というか、高次元な存在のお手伝いができるなんて、これこそ光栄なことがないし、でそれがすごい嬉しいみたいな感じで、目がキラキラしてて、手を合わせて、嬉しいですって、こんな日が来ると思ってなかった。いろんなご縁があるっていうのは感じたけど、実際言われてるわけですよ。その時は来たみたいな感じですね。時が満ちたみたいな。涙流してお話聞いてます。こんな素晴らしいお仕事がさせてもらえるなんて。でも、具体的にどうするかがもうさっぱりわからないんですよ。これはどうしたらいいですかって今聞いてます。今、龍のね、口からエネルギーだと思うんですけど、火みたいにわーって出てくるんですけど、それをわーっていろんな人に与えてます。そうですね。ヒーリングやね。龍が、火を吹くみたいにエネルギーをわーって出すんですよ。で、その先にいろんなちっちゃな人がね、地球にいる人たちが、火みたいなエネルギーみたいなのが当たるんですよ。そうすると、一旦ですけど、波動の低い思いが浄化されるみたいな。エネルギーが当たった人たちが白くなる。白くなってって、なんかわーって上に向けてますね。軽くなるみたいな。
軽くなった人たちが天使みたいな形になってね、白くなってふわーって上がっていくんです。そうすると、一旦考えられるみたいですね。いろんな思いがあると、何が大事で何が大事じゃないかっていうのが触れられなくなっちゃうので、ふわーって上に上がってくると、位置が高いんです。地球が下やったら、もうちょっと上に上がってきて、その高次元な考え方で物が見れるようになるみたいです。で、その人たちは基本的に地球上で暮らしてらっしゃるので、そんなに上に上がったことはないんですよ。上に上がると、本当に大事なものの視点で見ることができる。大事なのは愛なんだな。例えば、お母さんとの問題、判断してくれないとか、なんでこんなんされなあかんねんとか思うけども、結局、そういう思いを一回置いといて上に上がってくると、大事なのは愛。お母さんにあんなこと言われたけど、これは本当の愛やったなとか、お母さんも人間の一人やし、いろんなことしてきたかもしれへんけど、それは嫌やから拒否するんじゃなくて、愛を持って拒否をするんだなとかね。基本愛で、その目線で物を見れるみたいな。その自分の持ってる課題に対して。でも、地球上でいると難しいじゃないですか。あんなんされてしんどかったなとかな。自分は頑張ってね、こんな言われなあかんねんとか。そういったのが思いがあって、考えられなくなるんですけど、一旦その龍の浄化みたいな感じですかね。を受けると軽くなって、基本愛の目線で物事とかで見れる。で、そうすると気づくんです、みんな。自分は愛されてた。起こった出来事がすごいしんどいしか見れなかったけど、どれをとっても愛に見えるんですよ。例えば、このケースで言うとね、お母さんが何かやってきたのは、私はしんどかったけど、でもお母さん的には愛だったんです。お母さんは愛と思ってやってきてる。でも自分はしんどかった。でもそのお母さんを許すのも愛やなとかね。しんどかったかもしれへんけど、その中で気づいていくっていうのが自分の学びなわけやし、それが起こったっていうのはしんどかったなと思ったけど、これは神様の愛やし、お母さんの愛でもあり、その中で自分で自分を癒す自分への愛を自分で気づくとか、お母さんを許す愛。で、そんな経験をさせてくれた神様の愛とかね、そういったいろんなものの愛を気づくっていうことが、このレベルに来るとできるみたいです。で、そうすると涙流します、そういう人たちは。その時に愛に包まれてるんだなってことに気がつく。そういう人たちはわかるみたいです。これに気づく人生である。これを自分で気づいていくことに意味がある。それを教えてくれただけ。自分の目の前にあった課題とか人とかっていうのは、それを教えてくれるためにいただけ。本当は自分は愛されてるんだっていうことに気づくっていうのが人生であると。そういうのを気づくと、本当に幸せしかないし、これをみんなが気づけば、みんなが一人一人気づけば、もう幸せしかないですよ。争いなんか起こらないし、戦争もなくなるし、最終そうなる。それが目標みたいな感じです。でもそれを一人一人が自力でやっていかないといけないっていう世界になってる。でもきっかけは結局はその龍がエネルギーをわーってその人にかけてくれて、で、その人の重たい思念が一旦取れたから、ふわーって浮き上がって、その高い視点で物が見れたから、この結論に至るのが容易だったんですね。それをしてるみたいです。で、その気づいた人が、ベリーさんの手取ってますね。龍がやったんやけど、今。でも龍の使いがベリーさんなので、愛に包まれてたんだなって分かった人がベリーさんの手を取ってます。ありがとうございますって泣きながら言ってます。これは自分だけではちょっと分からなかったって。そのままいけば、もしかしたら時間かければ生きてたかもしれへんけども、自分があんないろんな思念を抱えたまま生きてっても、わからなかったかもしれない。だけではね。でも、一瞬だけでも、目線に行かせてもらって、自分
も愛されてるんだって思った瞬間ができた。だからこそ自分はいろんなものに愛されてる、いろんな人に愛されてるっていうことに気がついて、みんながこれをしていけばもう愛しかない世界になる。本当にこの地球全体とかワンネスがやろうとしていることを自分の経験をもとに、そしてその気づきを与えてくれたその龍とかベリーさんの教えのもとに自分は気づくことができたって、こんなに大事なことを気づかせようとしてくれたっていうのは本当にすごいことやし、素晴らしいお仕事よねって自分が地球に行った時は、そんなお仕事があることさえもわからなかったし、自分の苦しみだけにいっぱいになってしまっててわからなかったけど、こんな地球レベルというかその宇宙レベルでお仕事をされてる方っていうのがいらっしゃるんですねって。こんなこと知らなかった。だから、このことに気づけたのは、今言ったようにお母さんの愛でもあり、自分の愛でもあり、神様の愛でもあったけども、ベリーさんの愛でもあり、龍の愛でもあり、その愛のおかげで家族に愛をあげるだけじゃなくって、本当に見知らぬ私にまで気づかせようっていう愛を持ってくださったから、自分はそれをきっかけに、この素晴らしい大きな世界を気づくことができたって。そんな素晴らしいことをしてくださって、本当にありがとうございますって。ベリーさんの無償の愛みたいな感じですね。で、ベリーさん驚いてますね。びっくりしてます。あんまり自分が何かした感覚はないんですよ。自分がなんか別にした感覚はないのに、目の前の人はものすごい喜んでるんですよ。って言って、これが私にもらっていい賞賛なのかなと思って後ろの龍に出ます。いいんだよって言ってますね。これがあなたの仕事やし、今は時間ないかもしれないけども、自分がその龍の使いであるっていうことを自覚すればするほど龍と一体感が出てくるって言ってます。だから今はもう本当にスタートに立ったところやから、感覚はないかもしれないけども、これがあなたが今後やっていく仕事だよって。これわかるでしょうって。このやり方をすれば、私たちが目指す世界に行ける。これこそがやりたいことやし、実際に今ね、一人やってみて、光を浴びてね、開眼した人がいて、ものすごい喜んでるわけですよ。これをあなたが今後やっていくっていうのを多分感覚で分かってるでしょって言ってます。分かってます。確かに。分かってるんですよね。具体的な道筋は分からないかもしれないけど、感覚で分かってるんですよね。具体的にベリーさんがどうするんですか？今ね、女性がね、横たわってるんですよ。で、その人すごい苦しそうな顔してらっしゃいます。辛いこともいっぱいあるみたい。なんかインナーチャイルドみたいな感じですね。いろんなことを言われて、すごい辛い。でもこの人はこの人なりにすごい愛を持ってやってんのに、そのこといかへんとかね。でもこの人は純粋なんですけど、でも人間やし噂もあるやろし、その人間なんですけど、その人が泣いてますよって、両手を顔にこう当てて、ちょっと声上げて泣いてるみたいです。ベリーさんが思念やっていうのは分かってらっしゃるので、でもやっぱりね、そういう思念を受けてる人ってしんどいじゃないですか。しんどいねって言って、ベリーさんが察してますね、その方。その方は右下にしてベリーさんの方向いてるんですけど、左肩とか左腕のところをこう察してます。ヒーリングですね。声を出して泣いてしまうような状態って、さっき言ったね、愛の視点そこにはいけないですよね。そんな目線にはいかないから、しんどいねって言って、助けるんですけど、レリーさんが。そうするとね、手になんかすごいしんどい、もやもやみたいなのが手にくっついてくるみたいですね。やってます。人が泣くのやめて半分寝た状態になるみたいです。しんどさがちょっと取れるみたいですね。泣き疲れた子供みたいになります。
自分の悲しさとか苦しさがもうどうしようもなく溢れちゃってて、声を出して泣いてたんですけど、そういう時にね、やっぱりお母さんに背中させられると落ち着いてくるじゃないですか。ベリーさんは分かってらっしゃるので、苦しみの先にちゃんとこの人の学びがあるから、この人はそういった経験をさせてもらえてるわけやから。でも、一時そういうしんどさを一回取ってあげる。泣きじゃくってるのをお母さんが背中さすってくれるみたいに、その人の体をわーってさすって、ゆっくりゆっくりさすって、生まれましたねって。すごい辛いところを経験して、これも必要な学びでしたねって。から何を学ぶのかっていうのをこれからやっていけばいい。一旦そのしんどさを若干取ってあげるみたいな感じで取っていきましょうねって、ここまで頑張ったんやから辛いっていうところを今経験するとこまで来たんやから、そこから何を学んでいくかっていうのがこれからのこの人の仕事やから、それを考えやすくするために一旦ここ取りますねって、すごい優しい感じでやってますね。はいですよね、これすごいね。誘ってたんかなと思いきや、今度は手をちょっとだけ浮かせて、気の流れを良くするみたいな。体に手をつかずに、ちょっと手を浮かせてやってます。で、その人が起きましたね。寝てました、私、みたいな。さっきまで泣いてたのに、今はすごく軽いというか、なんか寝てね、起きたら結構スッキリしてる時ってあるじゃないですか。泣いてたのも忘れてるから、これの後ってなんか長い夢見てたような気がするみたいな感じで。でも横にいるんですよ、ベリーさんが。来た女性が、ベリーさんを見て、自分が寝てる間もこの人やってくれてたんやなって。で、自分がこんだけスッキリしてるのは、きっとこの人が何かやってくれてたやろうなっていうのはすぐ分かったみたいです。自分ではこの重荷は抱えきれなかったって。分かってた自分だって。これが例えば愛かもしれない。他人からしたら愛かもしれない。でも自分にとっては苦しかった。これを乗り越えなければいけない。それも分かってた。でもそれがどうしてもできなかった。できない時だってあるじゃないですか、人間。だから自分で何とかしよう、何とかしようとも思ってたんです。でもそれが頑張ろうとした。でもまたできなかった。頑張ろうとしてまたできない。やっぱり自分でできへんねんな。っていう風にだんだん弱ってきて、最後結局泣くまでに行っちゃった。大人になってから泣くって我慢ないことやし。でもこうやってパッて起きた時に、この人は一旦自分のしんどさを取ってくれたんやなって。お母さんが泣いてる子をね、そうやんね、しんどかったよねって、本当こうしたかったんやねって分かってるよって。でもそれも経験やったし、それができたから強くなれるよねって。でも今は泣きたんやったら泣いたらいいよっていう風にやってくれるお母さんの愛みたいな感じで、ベリーさんはその人にずーっと誘ってくれてたんですよ。この人がやってくれてたんやなって。自分の母親にも分かれへんかったのに、この他人がやってくれてたんや。見ず知らずの私に母の愛のようなことを自分が泣いてる時にこの人はずーっと誘ってくれてたんやなって。これこそ愛。だからその人はすごいびっくりしてますね。他人にこんな愛を持てるなんて。自分の子供だったらわかりますよ。でもこんな他人にこんだけしてくれるなんて、本当にそんな愛を持ってくれる人がいるんやなって。もしかしたら自分が気づかない愛を今までだってもらってたかもしれない。自分の見えない愛だってもしかしたらあったかもしれないなってその時に気づくみたい。で、その時その人は泣きながら笑ってます今。今あなたが本当の愛を私にくれたって。すごい辛いことがあって泣きじゃくって、それでもずーっと誘ってくれてたわけですよ。それこそ本当の愛。そうやって自分の中に愛が溜まった時にね、本当の愛をくれる人が自分にはいるんだって分かった時に、自分のお母さんも本当はこれがしたかったのかもしれない。お母さんも人間やからね、やり方を間違ってしまう時だってありますよ。自分にとってはしんどかったかもしれへん。
頑張れ頑張れって言ってることが自分にはしんどかったかもしれへん。でもお母さんもベリーさんがしてくれたように、お母さん的にはそれが愛やったの。今そのベリーさんに本当の愛を今もらってね、今初めてお母さんの行動も愛から来るもんやったんやなって。やり方が合ってればどうかは、別にしてね、お母さんも本当に自分を大事に思うっていう思いが根本にはあるんやなって。いうことに今そこを見れる余裕ができたみたい。でそういうお母さんを本当の意味で許す。方はちょっと私にはしんどかったけど、お母さんも愛でやってた。だからお母さんを許すっていうのが、そのお母さんの愛に応える私の本当の愛なんだなって、ことができたって。まさか自分の母親を許せるって思わなかったって。だってやり方がおかしいし、それが愛っていう考えまで至らなかった。でも今、ベリーさんがこうね、他人やのにずっと誘ってくれて、いろんな思いを全部包み込んでくれたんです。それをしてくれたことによって、自分の母親の根本愛だっていう思いに気づくことができたって。そして今私はお母さんを許す。愛を持って。それはお母さんのやり方を受け入れるってことじゃないけどね。本が愛であるっていうことをちゃんと理解したってこと。だからお母さんは頑張れって言ったけど、その頑張れっていう思いに応えられなかったっていう自分も許す。お母さんも許して自分も許して。お母さんの思いじゃなくて自分はどう生きたいかっていうのを今後自分がちゃんと考えていく。お母さんはそれを教えてくれただけ。それを気づかせるきっかけが、今からベリーさんのヒーリングだったってことかな。で、ありがとうございますって今ベリーさんの手を取って、自分の母親でも間違ったやり方をしたのに、ベリーさんはその母親以上のちゃんとしたやり方でね、この人が経験したことも、この人が大事やった。でもそれをちょっと楽にしてあげることで、本当の大事なところを見るっていう余裕ができて、そのお手伝いを今、ベリーさんはこの人にしたんですね。でそれはもう神様の愛でしかない。ベリーさんを通して神様がやろうとしてること。これをベリーさんが筆者となってやってるってことなんですね。だから、こんな人がいらっしゃるんです、世の中に。本当にありがとうございますって。あなたと私は血縁関係はないかもしれないけど、本当の愛を私はもらったと思ってるし、これが本当、血縁とか関係ない。同じ魂であり、同じところから来てて、この人があるのは自分があること。この人に愛情をあげるのは自分を愛するのとで一緒。もう自分も他人も差がないみたいな感じで愛情をあげられる人。これが本当なんですね。知りませんでしたって。他人を他人やと思ってた。他の人を自分以外の人やと思ってた。そうじゃないんや。根本はつながってる。自分を愛すことも他人を愛すことも一緒なんやな。これがベリーさんの行動からこの人は気づいたみたい。だから今この女性は対人とかじゃなくってみんなつながってる。自分を愛するのもお母さんを愛するのも一緒。ベリーさんが自分にやってくれたように、それに気づくことができたんですね。私はあなたみたいにこんな風にはできないかもしれない。でも今この仕組みが分かったから、自分を愛するのも他人を愛するのも一緒なんだなって。お母さんを許したように自分を許して、いろんな人を許して、いろんな人を愛す。そういう生き方をするっていうことが今後の私の課題というか、そうやって生きていって、もしかしたらその先に人の役に立つことがあるかもしれない。いつか自分が誰かを助けられる存在になるかもしれない。そんな日が来るって思わなかったって。しんどいだけやったから大丈夫ね。そうやって愛が広がっていく。だ
から種を植えたみたいな感じですかね。気づきを与えたっていうことが、そうやっていずれこの女性が本当に歩いていける、自分で道を満たせるとか、そういったことを実践できたと暁に、またその生き方を見て違う人が気づきを得るっていう感じで愛がわーって広がっていく。でいずれその本当に幸せしかない世界、愛されてる、みんなつながってる、自分を助けるのも相手を助けるのも一緒やし、自分を許すのも相手を許すのも一緒っていうことがみんなが理解できたら本当に幸せしかない世界になって世界を作っていく。それの草の根的な活動が、今回のヒーリングみたいな感じですかね。そうやってやっていくんだよっていうのを言われてますね。これがやっていくことです。で、ベリーさんが後ろ向いて、竜と目があって、そうですね。これやっていくことですよねって。すごく今、ベリーさんは胸がいっぱいになってるっていうか、こんな素晴らしいことができるなんて。本当の母の愛みたいなのをいろんな人に与えられる人じゃないと、こんなやっぱりできないと思う。それができる自分になったという。これはすごく嬉しく思ってます。人の心に寄り添っているベリーさんの姿がとっても素敵でした。ベリーさんはこれまでも地元地域の母になりたいとずっと言っていたそうです。母のような愛を持つベリーさんがこれからいろんな人に愛を与えていくんだと思います。今回ベリーさんの質問はどうやったらもっと上の方とつながれますかやったんやけど、メッセージはベリーさんがこれからしていくお仕事の内容でした。動画には入れへんかってんけど、ベリーさんの質問に対してはチャネリングをした時に見えたものをそのまま伝えるともっと見れるようになるとのことでした。チャネリングは基本的には質問の答えがメッセージとしてくるんやけど、今回のように向こうの方の伝えたいものが優先されることがあります。にゃんこは最近ご飯がめっちゃ美味しいねんけど、いっぱい美味しいもん食べてたまった愛をみんなに分けたいと思います。だから今日もキャベツ食べ放題のとんかつ食べに行ってきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。